で、ディープダイブへようこそ。さて、今回見ていく資料なんですけど、久留米大学のコンピュータージャーナルボリューム40ですね。そうです。大学の起用って聞くと、正直ちょっと専門的で硬いイメージあるじゃないですか。まあ、ありますよね。でもこれ一冊読み解いていくと、なんていうか現代のデジタル社会の縮図みたいなものがくっきり見えてきて、すごく面白かったです。まさにそうなんですよ。ページをめくるたびに今の時代の大きなテーマが本当に次から次へと出てくる。ええ、学生さんが AI とどう格闘してるかっていうミクロな話から、国際政治が科学のデータベースを揺るがすみたいなマクロな問題まで、いや、一つの大学の起用がここまで時代を映す鏡になってるっていうのは正直驚きましたね。今回の深掘りで探りたいのはまさにそこなんです。この一冊から見えてくるのって、エンパワーメント、つまり力を得ることと、その裏にある脆弱性、脆さ、この2つだと思うんです。ほう、エンパワーメントと脆弱性。テクノロジーで僕たちはものすごく力をもらっている。でも同時にその足元って案外脆いんじゃないか。この緊張関係をちょっとこの起用から読み解いていきたいなと。面白い切り口ですね。じゃあまずはその力づけられているっていう側面からいきましょうか。真っ先に変わってきているのがやっぱり学生たちの日常ですよね。ですよね。検討源にありましたけど、2029年度にはもう学生が自分のデバイスを持ち込む、いわゆる BYOD が原則になると。でも本当に大事な変化ってそのハードじゃなくて中で動いてるソフトの方ですよね。おっしゃる通りです。ある調査論文によると、もうなんと学生の 85.6% が生成 AI を使ってるんですよ。もうそんなにですか？ 85% 超え。ええ。もはや一部の新しいもの好きが使うツールじゃない、電卓とかワープロとか、そういうレベルの当たり前の学習インフラになってるってことですよね。利用目的も、検索が7割で、レポート作成のアドバイスが6割超え。もう完全に学業に直結してる。そうなんです。ただこのアドバイスをもらうっていうのは聞こえはいいですけど、一歩踏み込んで考えると、これって学生が考えるために使ってるのか、それとも考えないために使ってるのか、なるほど。その境界線って結構曖昧な気がするんですよね。それはすごく重要な指摘ですね。もちろん安易なコピペとか思考停止しちゃうリスクは常にある。でも、この起用が示しているもう一つの現実っていうのが、もっと根源的な変化でして、と言いますと、ある調査で、学生の4人に1人、24.5% がですね、個人的な悩みを相談しやすい相手として、身近な友達じゃなくて、チャット GPT を選んでるんです。友達じゃなくてですか？ええ。これはもう勉強の道具っていうレベルの話じゃないですよね。それは、なんていうか衝撃的ですね。学習のパートナーであり、同時に精神的な支えにもなっていると。そういうことです。24時間いつでも評価とか偏見なく答えてくれますからね。ここにもエンパワーメントの光と影みたいなものが見えますね。孤独な時にすぐ頼れるっていう力強さと、もしかしたら人間関係を築く機会を失ってるかもしれないっていう脆さ、脆弱性。まさに。で、この状況が我々教育者に突きつけてる課題はすごく大きい。調査だと学生の 55.3% が AI をやや信頼しているって答えてるんですよ。やや信頼。これが面白い数字で、全面的に信じてるわけじゃない。間違うこともあるよねって理解した上で、それでも便利だから使ってる。なるほど。だとしたら、教育者の役割って AI 使うなって禁止することじゃもうないんですよね。その間違いを見抜く力、つまり批判的な思考を養うこと。AI の答えを鵜呑みにしないで、もっと良い問いを立てる能力を育むこと。そっちにシフトしていく必要があるんです。なるほどな。情報を与えるだけの教育がもう意味をなさなくなった今。じゃあ大学は何をすべきなのかと。その答えの一つが、この起用に載ってるすごく面白い実践報告にありそうですね。一見すると、学生が e スポーツの大会を開いただけっていう話なんですけど、学生サークルチーム .csv の事例ですね。これが単なる課外活動じゃないんですよ。教育学でいうところのオーセンティックラーニング。オーセンティックラーニング。はい。本物の学びと訳されますけど、これ以上ないっていうくらいの恒例なんです。ほう。よく例えられるのが、水泳の教科書を読むのと、実際にプールに飛び込むことの違いです。この e スポーツ大会は、学生たちにとってのまさにプールだった。
ああ、なるほど。参加してくれる子どもたち、その親御さん、会場のスタッフっていう本物のステークホルダーがいる。予算も時間も決まってる。予期せぬトラブルも起きる。失敗が許されないっていう現実の冷たい水の中で、彼らは本当にプロジェクトを泳ぎ切る方法を学んだわけです。その徹底ぶりは報告書からも伝わってきますよね。スケジュールを秒単位で設計したとか。そうなんですよ。ただ、ちょっと意地悪な見方をすると、それってすごく優秀なイベントオーガナイザーの仕事であって、学びとはまた別じゃないかって感じる人もいるかもしれない。計画通りにやり遂げることと、そこから何かを学ぶことってイコールじゃないですよね。鋭い問いですね。そしてそれに対する答えこそがこの実践の一番すごいところなんです。と言いますと。彼らはイベントを成功させて、ああ楽しかったねで終わらなかった。終わった後に自分たちの行動をプロジェクトマネージ T、マネージメントの国際標準である PMBOK、プロジェクトマネージメント知識体系の理論と照らし合わせて体系的に振り返ってるんです。ああ、なるほど。自分たちが夢中でやってたことが、実は立ち上げとか計画、実行っていう理論的なフレームワークに当てはまってたんだと、後から意味付けをしたわけですね。その通りです。これによって一回きりの成功体験が再現性のある方法論に変わる。これこそが単なるイベントと本物の学びを分ける決定的な違いなんですよ。はあ、面白い。自分たちの実践を客観的な知の体系につなげると。ええ、これぞ大学で学ぶことの醍醐味でしょう。さらに面白いのが彼ら、小学校の先生向けに ICT の研修までやってるんです。学生が先生に教えるんですか？そう、完全に教える側と教えられる側が逆転してる。これこそまさに学生が力を得たエンパワーメントの象徴的な姿だと思いますね。実践の世界で学生がこれだけ力をつけている一方で、大学のもう一つの心臓部である純粋な知の探求もすごい形で進化してるんですよね。ええ。しかも面白いことに、ここにも効率っていう共通のテーマが見えてくる。その代表例がこのラフパス理論の論文。タイトルだけ見ると正直何のことやらさっぱりですけど。ははは。確かに名前はちょっと威圧的かもしれないですね。でもその本質は驚くほどエレガントなんです。一言で言うと、力任せじゃない賢さによるパターン認識。賢さ。はい。例えば AI に円と四角形を見分けさせるとしますよね。普通のディープラーニングっていうのは大量の画像データからピクセルのパターンを統計的に学習する。膨大な計算力が必要です。巨大なサーバーがうなりを上げて計算しているイメージです。一方、ラフパス理論はアプローチが全然違う。図形を描く時のペンの動き、つまり軌跡として捉える。んです。ペンの動き。円は滑らかにカーブし続ける。四角形はまっすぐ進んでカクッと曲がるを繰り返す。その曲がり方の連続、つまり奇跡の署名、シグネチャーを数学的に記述することで図形の本質を捉える。だから膨大なデータ学習が必要ないんです。ああ、なるほど。だから効率がいいんですね。まさに、そこがポイントなんです。ブルートフォース、力任せじゃなくて知性で解いてる。その成果はどうだったんですか？それが驚くべき結果で、この論文だと2014年製の GPU も積んでない普通のノートパソコンでわずか数秒の処理で 100% の分類精度を達成したって報告されてるんです。2014年の PC で 100% ですか？これって巨大な資本と計算資源を持つものだけが AI 開発をリードするっていう今の常識に対する鮮やかなカウンターパンチですよ。洗練された数学っていう人間の知性が時には巨大な計算能力に勝るんだと。いやー、大会ですね。
一人の研究者のアイデアが世界を変える可能性を秘めているっていう意味で、これもまた研究者にとってのエンパワーメントと言えますよね。なるほど。一方でこの企業にはその対極にあるような論文も載ってるのがまた面白いところで、無料の統計ソフト HD についての記事が3本。はいはい。そのうち2本は相関分析とかかなり高度な手法の解説なんですけど、私が一番グッときたのが3つ目なんです。Q&A 集ですね。そうなんです。そこに並んでる質問が、ファイルが消えましたとか、HD が動きません、黄色い警告が出たんですがどうすればとか、研究以前の本当に初歩的なつもづきなんですよ。最先端の理論を追い求める研究者が、同時に学び始めたばかりの学生が直面する一番基本的で一番切実な問題にものすごく丁寧に寄り添っている。学という場の豊かさがそこにありますよね。一番高く飛ぼうとする知性と、一歩を踏み出そうとする人を支える優しさ。その両方がないと、健全な知のエコシステムって成り立たない。この両極が同じ一冊に収まっていること自体がすごく意味深いと思います。さて、ここまで AI をパートナーにする学生、実践で学ぶ学生、そしてエレガントな理論を打ち立てる研究者と、いろんな形のエンパワーメントを見てきました。でも、これら全てってある共通の土台の上に成り立ってる。それは信頼できる情報とかデータに自由にアクセスできるってことです。はい。そしてこの起用の最後の論文が、その土台がいかに室しくて政治的な意図で揺さぶられるかっていう、そのソーボリング、なんていうか身の引き締まるような現実を突きつけてくるんです。医学データベースパブメドをめぐる一件ですね。これは科学的知識の脆弱性を考える上で避けては通れない事例です。はい。パブメドはアメリカ政府が運営する世界最大級の医学文献データベース。世界中の研究者が日々使っています。問題の発端は2025年に発足したアメリカ新政権が出した大統領令が、科学データへの政治的介入とみなされたことでした。具体的にはどういう介入だったんでしょうか。論文によると、データセット内で使われているジェンダーという言葉ありますよね。社会的文化的に作られる性別のことです。これを病理学的な性別、つまりセックスに一律で書き換えろと指示したというものでした。ここで重要なのは、どっちの言葉が正しいかっていう議論じゃないんです。科学コミュニティの合意じゃなくて、政治的な指令によって科学データの定義が一方的に変えられる可能性が示された。そのこと自体が科学の独立性を脅かす重大な問題なんです。なるほど。研究の土台になるデータベースの侵害性が政権の意向一つで揺らぎかねないと、まさに脆弱性そのものですね。研究者からしたら、自分たちが立ってる地面が突然動くかもしれないっていう、そういう不安に駆られたでしょうね。その危機に驚くべき対応を見せたのが、遠く離れたスウェーデンのカロリンスカ研究所だったと。そうなんです。彼らはただ懸念を表明しただけじゃない、すぐに行動を起こした。まず大学図書館が研究者向けに状況を説明する FAQ を作った。はい。そしてパブメドから不自然なデータ削除とかが行われてないか監視するシステムを構築したんです。監視まで。そしてさらに驚くべき行動に出ますよね。最悪の事態。つまりパブメドが信頼できなくなった場合に備えて、データベース全体のローカルバックアップを作成したんです。すごい。これはもう単なる用心深さを超えてますよね。知の貯蔵庫が政治的に汚染されるかもしれないと本気で憂慮して、そのためのデジタルなノアの箱舟を用意した。さらに代わりになるデータベースのリストまで作って公開したんです。それはもう自分たちの研究を守るだけじゃなくて、国際的な科学コミュニティ全体のために行動してる。組織的なレジリエンス、回復力とか抵抗力と呼ぶべきものですね。まさに。この一件が我々に教えてくれるのは、グローバルにつながった現代において、知識の完全性っていうのは誰かが与えてくれるもんじゃないと。それは国境を越えた主体的な行動によって積極的に守り抜かなければならないものなんだということなんです。エンパワーメントの裏にある脆弱性をちゃんと認識して、それに対する具体的な防御策を講じる。カロリンスカ研究者の行動はその見事な実践例と言えるでしょうね。いやー、今回の深掘りを振り返ると、本当に一冊の大学企業からデジタル時代の光と影が鮮やかに浮かび上がってきましたね。AI を友人のように頼る学生たちの新しいエンパワーメント。e スポーツ大会という本物の学びで
プロジェクトマネジメントを体得する強さ。その一方で、私たちがよりどころにする知識のデータベースそのものが、いかに政治的に脆弱であるかという現実。最後に、すごく示唆に富む対比が見えてきますよね。と言いますと？学生たちは AI が間違うこともあるっていう欠点を認識しつつも、その便利さから日常的に使っている。これは日々出会う不完全なツールとどう付き合っていくかというスキルです。一方、スウェーデンの図書館は、パブメドのデータがまだ信頼できるうちから将来起こりうる潜在的な脅威に対して行動を起こした。これはまだ起きていないシステム全体の崩壊にどう備えるかという全く違うレベルの危機管理です。日々の不完全さへの対応と来るかもしれない破局への備えですか。どちらも現代を生きる上で不可欠な感覚かもしれませんね。そう考えると、私たちが今本当に学ぶべき最も重要なスキルって一体何でしょうね。それは情報を見つける能力以上に生産的に疑う能力かもしれないですね。目の前の AI の答えを鵜呑みにしないっていうミクロなレベルの疑いから、社会の知識の基盤って本当に盤石なのかなって問うマクロなレベルの疑いまで。それが頭の中に作る精神的なファクトチェックの仕組みであれ、カロリンスカ研究所みたいな物理的なデータのバックアップであれ、自分自身と私たちがよりどころにする知識を守るための独自のシステムをこれからどう作っていくか、少し考えてみる価値のあるテーマかもしれません。